皆様ごきげんよう、宮山めさのです。本日はモダン高尾からお送りしております。巡洋艦の高尾といったら某巨大怪獣相手に活躍した巡洋艦として最近は知られておりますが、今回は高尾型巡洋艦が近代化改装された姿を我が研究所で勝手に再現してみました。こちらのモダン高尾は実際の架空戦機大日本帝国宇宙軍に登場いたします高尾型巡洋艦をモチーフにしております。大日本帝国宇宙軍は2024年9月6日に発売されておりますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。そろそろバーチャルな地高の制空権か。レーダーに反応。敵機来襲。野生のナチコーどもめ。メッサーシミット・ユンカース・ハインケルの大編隊を確認。ご安心ください。我が高尾には第二次世界大戦期の時代でありながらも、すでに VLS 垂直発射装置を実用化しておりますので問題ございません。救急式単中距離艦対空誘導弾、通称サム4発射。行け、お利口さんロケット。綺麗な花火ですね。世界一とも評されるルフトワッフェ、恐るるに足らず、ついでに野生の B29 も落としておきました。その辺飛んでたからこういうことになるんですよね。これがモダン高尾の圧倒的な火力なのです。戦いは対艦恐怖主義ではない、正確な情報とアウトレンジ攻撃。これがモダン高尾の戦い方なのです。あれはトリープフリューゲル。あんな意味不明な航空機に遅れを取ることは許されん。おまんじゅうたち、対空戦闘用意。目標、意味不明な戦闘機トリープフリューゲル蹴散らせ。敵航空戦力の排除に成功。さすがにシウスのようなものは実現できませんでしたが、こんなこともあろうかと機関砲を10機設置しておいてよかったわ。これで空の脅威への最終防衛ラインも憂いなしですね。ここでモダン高尾の寛容をちょっとばかし紹介していきますが、高尾といったら連装砲ということで、連装砲とはね、維持してほしいという声は重々承知しておりますが、今回は 203mm 単装速射砲を2機搭載することにいたしました。さらに多目的の標的に対しては原則にある 76mm 連装速射砲によって対処可能です。また従来の魚雷は撤去する予定でしたが、水雷屋の連中がうるさくてね、モダン高尾は4連装魚雷発射管を2機維持しております。また後部に飛行甲板を持ち、ヘリコプターや垂直離陸機の運用可能とし、巨大な環境は戦艦が全廃された場合であっても十分艦隊全体を指揮することが可能です。また各種レーダーも取り揃えております。これも大日本帝国宇宙軍が積み上げた技術の結晶というべきものですね。レーダーに反応。400km 先に敵影を確認。あれはビスマルク。バーチャルナチスの連中、ついに本気を出してきたようですね。こちらも全力で戦っていきます。対戦艦巡航誘導弾発射。このミサイルは発射した敵戦艦に近づくまでは時速 900km で海水スレスレを飛行。そして敵戦艦をアクティブレーダーで捕捉すると、距離 10km の付近で弾頭部分が切り離され、弾頭だけロケットモーターで加速していきながらマッハ 4.2 で敵戦艦の減速機水線付近に命中させることが可能で、理論的には最大 900mm の走行を撃ち抜くことが可能なのです。よし、命中。野生のビスマルクに甚大なダメージを与えました。長くは持たないでしょうね。モダン高尾の対戦艦誘導弾はまさに戦艦という存在を無力化する兵器と言えるでしょうね。なんだと、敵戦艦からの艦砲射撃が。あれはまさかティルピッツ、いやシャルンホルストか。ドイツの戦艦って見分けがつけづらいんですよね。しかしこんな近づかれるまで気づかないなんて。電炭員と見張り員は何しとるんじゃ。こらー、おまんじゅうたちー、出荷を待っているんじゃないよ。連隊席に腕立て10回。月月火水木金金の精神で鍛錬に勤しむように。あとおまんじゅうたちのぬいぐるみも現在販売中となっております。お願いいたします。じゃねえよ。敵弾直撃、被害状況知らせ。左舷方向に傾斜、注水急げ。さらに直撃、
火災発生、誘導弾保管庫に注水、速力低下、モダン高尾、消波。くそ、でっかいプー出すな。聞こえとるわ。シャルンホルストに巨大な水柱と強さを確認。シャルンホルスト合鎮。これは51産地用のものでしょうか。あの艦影はもしやヤマトタケ、いや見間違いでしょうかね。とりあえずなんとか沈まずに済みました。こんなこともあろうかと浮力を上昇させるためのバルジを増設しておいてよかったわ。ということでモダン高尾の優れた戦闘力を今回披露できたと思いますけれども、繰り返しにはなりますが、今回制作したモダン高尾が登場する大日本帝国中軍は書籍だけでなくインターネットのサイトからでも閲覧可能という親切設計になっておりますけれども、大日本帝国中軍のジャンルはいわゆる架空戦記。ここからは話変わって架空戦記とは何ぞや、そのルーツや根幹について語らせていただければと思います。架空戦記のルーツとして多く挙げられておりますのは、1920年大正バブル末期頃の作品の日米戦争未来記です。題名の通り、日本とアメリカの戦争が描かれております。時代的にも売上的にも日本艦隊がアメリカ艦隊に圧勝して終了みたいな話と連想されがちではありますけれども、全然違います。ハワイ島へと向かった日本艦隊はアメリカ海軍の新兵器、空中魚雷でまさかの全滅という被害を出してしまうのです。さらにシナ共和国という国家も参戦。この統一中国は統制の取れた軍隊を持っており、大陸の日本軍も大打撃を受けてしまいます。架空戦記でありがちな新兵器も開発されますが、すぐには間に合いません。俗に言うカタルシスというのが少ない作品で、ひたすら劣勢な戦いを強いられるというかなり衝撃的な内容の作品になっています。しかしこの本の出版から20年後、架空戦記も何も実際に大戦争になってしまいましたので、ここで架空戦記というジャンルの歴史は途絶えてしまいます。架空戦記が再び脚光を浴びるのは、1971年に出版された連合艦隊ついに勝つという作品が挙げられます。この作品は戦記に詳しい主人公が女とずっこんばっこんしていたら戦時中に飛ばされて、戦後で得た教訓や知識で開戦を有利に導くという内容で、戦後の架空戦記ブームの先駆け的な存在となりました。そしてバブル景気からバブル崩壊期に差し掛かった頃の1990年に出版されたのが、架空戦記ブームの象徴的な作品となった紺碧の艦隊と旭日の艦隊です。紺碧の艦隊は戦艦大和を建造する予算を止めて、代わりに強大な潜水艦部隊を作って、そしてアメリカとどう対峙していくかという作品になっております。実は大正時代に発刊された日米戦争未来記でも、アメリカ艦隊に初めて勝利した海戦は潜水艦を使っての海戦でしたので、意外にも戦法の部分で共通点がある作品になっています。ただ紺碧の艦隊は徹底して対艦共法主義を否定した作品であるものの、別視点から描かれた旭日の艦隊では巨大戦艦の大和武が竣工したりと、割と突っ込みを入れられがちな作品ではありますね。ただこれは読者がヤマトを出せという要望を作者先生に大量に送ったことによる配慮でもありますので、あまり責めてほしくはありませんね。このような架空戦記が注目される時代というのは、一つの法則のようなものがあるように思います。それはすなわち国家の最盛期です。大正時代の日本は坂の上の雲を掴んだ後の時代です。明治時代初めの小国という状態から一挙に五大国まで上り詰め、国際連盟の常任理事国となりました。言うならば日本の政治的な最盛期とも言える時代で、日米戦争未来記が出版された1920年はちょうど大正バブルが弾けたくらいの年代と重なります。そして架空戦記がブームとなった1990年頃、当時の日本経済の大きさはドイツやイギリスやフランスといったヨーロッパの大国の経済規模を合わせた大きさにまで肥大化。ジャパンアズナンバーワンとも言われ、経済的な繁栄を謳歌しました。1990年頃はちょうどバブル景気が弾けたくらいの年代になりますね。このような熱量のある時代では、その時の覇権国ヘゲモニーとの潜在的な対立構想が生まれていくことになります。戦後のバブル景気の頃に限って言えば、ソ連の弱体化や崩壊によって日本という国家自体がアメリカにとって
潜在的なチャレンジャーとして見なされてしまう構造が生まれてしまいました。戦争という選択肢は絶対に取らないにしても、一種の思想実験として戦争を検証する一定の必然性が生まれたことが架空戦機の需要を生み出したのです。しかし戦後の日本では名目的には軍隊がなく、この構造を生かすチャンスを得ることはありえない体制にありました。そのため、どちらかといえば過去の戦争や過去の軍隊を中心にシミュレーションを行った方が戦争そのもののディティールをつかみやすいと読者は感じていたのではないでしょうか。これがいわゆる第二次世界大戦ものの架空戦機がブームとなった理由の一つかもしれません。多分。とまあこんな感じに以上が架空戦機ブームを個人的に分析した結果ではありますが、翻って令和時代の架空戦機の状況といえば非常に難しい。現在は正しさを求める時代というか、よく言うと理性的な時代とも言えますけれども、悪く言えば情熱がない時代とも言え、日本国という概念を出してしまうと、それだけで冷笑される傾向にあるとすら言えるでしょう。またコンプライアンス的な問題が過度に配慮される傾向もあり、現代的な架空戦機は異世界を舞台に落とし込み、直接ではなくて間接的に日本社会との共通した問題点に読者が気づいてもらえるようなギミックを描くことが求められていくようになっています。従いまして、より歴史に対して直接な表現であり、リアル世界の特にもう一つの過去の戦争を描くという架空戦記は、非常に立場が難しい状況となっています。そんな架空戦記にとって難しい時代に登場したのが大日本帝国宇宙軍です。大日本帝国宇宙軍を一言で表現いたしますと、今風に最適化された架空戦記です。異世界を舞台にすることが多くなっている架空戦記の中で、こちらの大日本帝国宇宙軍は王道を行く作品で、日本の明治時代から主人公の物語が始まります。架空戦記の一つの名物というのは、超兵器や超技術の存在ですが、それはどのような過程で作られたのか、説明の不十分な作品もあります。しかしこの大日本帝国宇宙軍はその兵器の開発に至る過程を濃密に描いている作品で、こちらのタイトルになっております大日本帝国宇宙軍というのは、実際に宇宙に行く軍隊というよりは、兵器や民生品、あるいは基礎的な計算機を製造できる人材を集めるためのギミックのような存在であると言えるでしょうね。いわば近代日本を舞台にしたドクターストーンのような一面もある作品です。もちろん大日本帝国宇宙軍は最近のナロー系小説であるように、主人公が転生者で無双する場面もあります。しかしそもそもこの転生ものというジャンルの発祥は、架空戦記の紺碧の艦隊なのかもしれません。紺碧の艦隊はターニャちゃん150人が転生してみたみたいな作品ですので、特にね気にするほどのものではね全然ないと思います。こちらの主人公の宗龍さんがどう日米戦を回避しようとするのか、実は結末は非常に酷なものとなってしまいます。ただ作品としては起承転結で申し上げますと、章か点あたりで完結には至っておりませんので、作品としてはむしろここからさらに盛り上がっていくことは間違いありません。大日本帝国宇宙軍の世界がどうやって動画冒頭のモダン高尾を生み出したのか、もう一つの日本国が辿った近代史を、ぜひお楽しみいただければなと思います。大日本帝国宇宙軍は令和6年2024年の9月6日に発売となっております。こちらの表紙はなんと知る人ぞ知る作品であるアニメンタリー決断の原画を担当され、イデオンやダンバインのキャラデザをされた小川智則先生が直々に書いた表紙となっています。概要欄のリンクから飛んでいただくか、あとは少しでも興味を持ってもらえた方はインターネットでも作品を閲覧することができますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは本日の動画は以上となります。こういった分野に興味がございます方は我がチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。また、おまんじゅうたちのぬいぐるみやビアマネさんの帝国まんじゅう店もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよならさよなら。バイバーイ。